皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回はなんと京急押入線でご存知の方も多くいらっしゃると思われる劇団サンポールさんに所属されている京急押入線さんが制作された京急大師線の湊町カーブのジオラマをご紹介します。押入先生はその名の通りご自宅の押し入れに N ゲージサイズの京急のレイアウトを制作されていて、近年では80分の1スケールで再現した京急押入駅のジオラマで TMS レイアウトコンペで入選された凄腕のモデラーさんです。東京ジオラマ店にご出展されていた大師線のジオラマを京急沿線住民のご縁って言ったら冗談なんですけど、なんと取材させていただいちゃいました。2013年に制作を開始された作品で、近年ではあまりイベントにご出展されない貴重な作品になります。N ゲージマガジン62号に掲載された作品でもあり、押入先生のブログとか YouTube では制作の裏話や制作状況などが細かくご紹介されています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひ皆様ご覧になられてみてください。この動画では私アトリエモリジが元川崎区住民の目線でこのジオラマをご紹介してまいりますので、こちらの動画も最後までお楽しみください。ジオラマは京急大師線の通称湊町カーブと呼ばれる川崎市川崎区の京急川崎駅から湊町駅間の6号橋の東側の区間が再現されています。トミックス製のコンビネーションボード A に製作されていて、ジオラマのサイズは幅 600mm、奥行き 300mm になります。ここに私が時々ウォーキングで訪れていた地域が精密に再現されています。この近くに OK ストアがありまして、そこで飲み物を補充しながら帰宅途中に歩いたことがあるんで、その時のことを思い出します。このジオラマの奥が多摩川になりまして、左が京急川崎駅側で右が湊町駅側になります。跨線橋の奥の道を左側に進んでいくとすぐに6号橋があります。川崎区に馴染みがおありの方でしたら、この6号橋を中心としたエリアってご存知の方も多いのではないでしょうか。橋を渡った道路はこのように線路の脇を下っていきます。そして道路は橋の下の市街地の道路とこのように合流して湊町駅の方向に向かっていきます。こちらはジオラマの裏側になります。手前がすぐに多摩川の土手になっています。ジオラマ手前の道は橋のところの高さでは土手とほぼほぼ同じ高さなんですけど、この道実は土手の下の道になりますんで、徐々に傾斜して下っていきます。私が川崎区に住んでいた頃は、ここ工場があるところは建物がすでにですねマンションに変わってたんですけど、ジオラマの雰囲気川崎区らしさがこれでもかってぐらいに再現されていて、少し前こんな雰囲気だったんだなってすっごく納得しちゃいました。ちなみに制作開始当初はこちら側が正面として設計されてたそうで、昔の CD ご存知の方いらっしゃったら伝わるかと思うんですけど、これ両 A 面じゃんって思っちゃいました。って思ったらですね、押出先生のブログにも同じこと書いてました。こちらジオラマの京急川崎側になります。ジオラマの端の少し手前に跨線橋が再現されていて、動画を編集してて気づいたんですけど、この跨線橋の位置完全に端なわけでもなくって、ジオラマの中央に寄ってるわけでもなくって、すっごく絶妙な位置にあって、さすがだなーって感嘆しちゃいました。この橋の少し手前に第一京浜の6号橋があって、その京急川崎駅側には昔6号橋駅があったそうで、その跡地が残っていて、この6号橋にはよーくウォーキングで行ってました。このまま羽田まで歩いたりもしました。ジオラマ全体のこの落ち着いたトーン、川崎区らしい雰囲気が出てて、とっても勉強になります。全てのバランスが絶妙なんです。そしてこちらはジオラマの湊町駅側になります。線路の両側に橋から降りてくる道が再現されています。橋の下の道路も含めて道路の角度がそれぞれ違っていまして、より実感的に仕上がっています。ここからはジオラマの詳細をご紹介してまいります。線路は大師線の4両編成の電車がゆとりを持って展示できるようになっていて、坂道を降りたところには撮り鉄の皆さんが再現されていました。湊町カーブと呼ばれる撮影名所だけに撮り鉄の人形がいると臨場感が増してくれます。そしてご覧ください。ケーブルトラフからケーブルがニョキッと出て、再びケーブルトラフに収まっています。こういうの楽しいですよね。そして今気づいたんですけど、壁にはちゃんと水抜きが再現されています。いやはや芸が細かいですし、何よりも観察力がすごいですね。河川中も
京急をイメージさせる色に塗装変更がされていまして、それだけでなく再現されている架線はジオラマの運搬やメンテナンスに対応できるように、なんと取り外し式だそうです。取り外し式の架線っていう発想もさることながら、それを現実化させてしまう技術力がすごいです。線路はピーコのフレキ線路を中心に、ジオラマの端の接続部分にはトミックス製のファイントラックが使用されています。矢印でマークしたところがファイントラックの部分なんですけど、パッと見でお分かりになった方いらっしゃいますか？一つ一つの工作がとっても丁寧に実施されていることが、この画像からもお分かりいただけると思います。ここからはこの作品の一番のアイキャッチになる跨線橋周辺をご紹介します。線路脇の擁壁には水抜きが再現されていて、道路との境にはフェンスが設置されています。作品内のフェンスは全て自作されたそうで、非常に精密な仕上がりになっています。いや、フェンスの自作って私も先日久々に挑戦したんでわかるんですけど、こうして綺麗に仕上げるのってすっげえ根気も技術力もいるんですよね。まあどうでもいいんですけど、私のフェンスはですね、廃材の模型になっちゃいまして、自作断念しました。交差点にはアレンジでカーブミラーが設置されていまして、臨場感がプラスされています。このミラーは凄腕モデラーのボシさんが制作されたボシミラーだそうです。ボシさんのジオラマ作品を私がご案内する動画があるのですが、控えめに言ってすごいんで概要欄にリンク貼りましたから、ぜひ皆様ご覧になられてみてください。跨線橋の橋台、ちょっと明るさが足りなくて見づらいんですけど、しっかりと作り込まれています。明るい画像は押し入れ先生のブログをご参照ください。排水管もしっかりと再現されています。もう周りの植栽の再現の仕方もとっても勉強になります。私ここを歩くときはいつも画面の左側から右側に向かって歩いていました。私が歩く時間帯はいつも閑散としてて、こんな感じなんて思いながら作品を拝見していました。この跨線橋周りで印象的なのがこちらのレンガ擁壁です。これただ道を歩いてただけの私、実はですね、線路の擁壁がレンガだって知らなかったんです。ジオラマを拝見して画像を編集して初めて知りました。いやでもですね、すっごく綺麗に仕上がってて、いやすっごいです。ここからは線路の北側、線路と多摩川に挟まれているエリアをご紹介します。このエリアで一番印象的なのがこちらの工場で自作されたそうです。現在ではマンションになっていますが、工場があった頃を模型化されています。こういう思い出ですとか懐かしい情景を様々に再現できるのがジオラマの醍醐味ですよね。お隣の住宅は既製品の加工で再現されていますが、もう加工の仕方とかセンスですよね。すごい。そのお隣は加藤製の鋼板を改造して製作されたという住宅がありました。鋼板を住宅に改造しちゃう発想力と技術力も驚きです。お気づきの方も多いと思いますが、地盤がこのように段々に再現されていますので、こうした立体感が出るんだなって思いました。ここからは各建物を詳しくご紹介します。自作された工場、屋根の汚れに目が行くんですけど、私工場勤務だった時期があるので、ついついこうした人間模様の方に目が行ってしまいます。ジオラマの端になる建物の断面もとっても丁寧な処理が行われていて、思わず私が作ったジェスを筆塗りしただけの筆ムラだらけの建物の断面を思い出しまして、思わず笑っちゃいました。こういう処理に丁寧なお人柄が出てきますよね。工場の多摩川の土手側はなんとシャッターが少し開いてまして、そこから製品でしょうか、それとも原料や資材でしょうか、パレットに何かが載っています。こういうの見てて楽しいですよね。各家庭にはエアコンの室外機が設置されていて、お庭にいるのはワンちゃんでしょうか、右奥にはゴミバケツがあったり、こういう小物が生活感を引き立ててくれます。屋根にはテレビアンテナだけでなく視線も再現されています。しかもこのアンテナの向き、これって東京タワーの方角ですよね。多分今私も小田坂駅のジオラマを作ってて、周辺住宅街のアンテナの向きって調べまして、もうこういうのニヤニヤです。そして個人的にニヤニヤしちゃうのが、こうした道路と住宅敷地に高低差があるために階段が作られてるっていう様子、これ高低差のあるところだとあるあるですよね。住宅と橋の間には緑地帯が再現されています。ジオラマに緑があると不思議と落ち着くのは私だけでしょうか。ここまで線路の北側の市街地をご紹介しました。それでは
最後に線路の南側の市街地をご紹介します。いやもうこの画像だけでもニヤニヤです。私ウォーキングしてた川崎区ってこんな感じなんです。もういいですよね。懐かしいです。このような3階建ての家よく見ました。いやしかしですね、窓の切り抜き方といいほんと丁寧なんですよね。私も早くこういう工作ができるようになりたいです。電柱周辺に電線が再現されていますので情報量も多くなっています。道路の歩道もカラー舗装が再現されています。 L 型側溝と薄いマスも再現されていました。玄関アプローチの階段もそうだよねってなります。自作の建物と既製品をうまく融合させて街並みが再現されていることがお分かりいただけましたでしょうか。ただ既製品を置くのではなく、いずれの建物もとっても丁寧に加工されているのがすっごく印象的でした。こちらの建物に限らずなんですけど、雨どいが設置されていまして、雨どいもとっても丁寧に再現されています。それ以外のお話だと、2階の窓は屋根があるので軒はないんですけど、玄関や1階の窓には軒が設置されていたり、緑地側にはメーター類が再現されていたり、こういう再現ってやっぱり生活感出てきますよね。緑地に上がる階段も再現されていました。現地を上手にアレンジしながらジオラマでデフォルメして再現されています。緑地に設置されている街灯は点灯するそうで、今度は夜景も拝見したいです。おっと、よく見ると人形が買い物袋でしょうか、何か持ってますね。こういうのいいですよね。緑地の先の道路の交差点にはここにも母子ミラーが設置されていました。いやしかしこのミラー本当に鏡になってるのがすごいですよね。ここまで京急押入さんが制作されました京急大師線の京急川崎から湊町駅の間のジオラマをご紹介しました。大師線の川崎区らしい、うまく言語化できないんですけど、個人的に今まで住んできた街で一番自分と肌感があった街だからこそ分かる川崎区の雰囲気が見事に再現されているすっごい素敵な作品でした。押入先生の YouTube ブログもぜひご覧になられてみてください。押入先生ありがとうございました。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。